こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。下半期がスタートして早1ヶ月。今回は今月発表された新型、改良モデルのまとめをお届けするぜ。ミラノショーも近いし、ビッグネームな新型は登場してませんが、ちょいちょい発表はされてますね。今月は、排ガス規制対応リミット付きですので、対応モデルの滑り込みが中心だな。では下半期第1弾、だいたい10月発表だった新型まとめをお送りします。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の流れはこんな感じだ。下半期スタート、だいたい10月に発表された新型バイク一覧。ホンダ編、川崎編、鈴木編、ヤマハ編です。じゃ、はじめご。ホンダ編、レベルに150、国内使用、カラー変更、排ガス規制対応。ホンダのレベル250がカラーバリエーションを一新して登場だ。ようやく発表された、排ガス規制対応版ですね。さて、何が変わったのかな？変更点。新カラーリングはこちら。スタンダードモデルはパールスモーキーグレー、マットガンパウダーブラックメタリック、パールメタロイドホワイトの3色。S エディションはチタニウムメタリック、キャンディーディーゼルレッドだな。ホイールカラーにブロンズが増えましたね。雰囲気が一段と渋くなったな。スペックどんな感じ？スペック、スタンダード。エンジンは水冷単気筒 249cc、最高出力は26馬力 9500rpm、最大トルクは 2.2kg/m 6500rpm、シート高は 690mm、重量は 171kg。ガソリン使用はレギュラーでガソリンタンク容量は11リットル、燃費は 0.4kg 下がった 33.7kg WMTC。航続距離は 370.7km だ。価格はスタンダードが 1.1 万円アップの 61.05 万円、S エディションも 1.1 万円アップの 64.9 万円だ。性能、装備は、ほぼ据え置きですね。目に見えないところで変更はあるかもしれんが、気になることはないレベルだと思うぜ。価格については、他社ではカラー変更で5万円程度アップしてるから、それに比べれば頑張ってますよ。ちなみに、納期についてお知らせが出てて、レベルは10月下旬以降の案内となるらしいぜ。CB1300、ST、サーティース、アニバーサリー、国内使用、期間限定受注。最新排ガス規制に対応しつつも、これで生産終了の噂あり。CB1300、SP、30周年記念モデルを紹介するぜ。終了のネタは、CB1300 は日本1000倍モデルなので、今後の後継者も出ない、ってやつですね。それが本当なら、ホンダのオーセンティック系は全部終了。CB は全部新世代に入れ替わりってことだな。でも、CB400 が復活って話がありますし、果たして、さて、何が変わったのかな？変更点、スタンダード。新カラーリングはこちらだ。スタンダードはデジタルシルバーメタリック、SP はパールホークスアイブルー、サーティースはパールサンビームホワイト、だぜ。やっぱり、CB といえばシルバーにブルーストライプのスペンサーカラーですね。いやいや、ビッグ1のイメージ紅白カラーだろ。どちらのカラーも憧れでしたね。サーティースモデルって、何が違うの？主な変更点はカラー変更と、30周年記念装備だな。クラッチカバー、フロントフォーク、ホイールがゴールド、そしてお約束の記念デカールだな。紅白黄金色なんて、お正月並みに豪華ですね。スペックどんな感じ？スペック、SF、サーティース。エンジンは空冷4気筒 1284cc、最高出力は113馬力 7750rpm、最大トルクは 11.4kg/m 6250rpm、シート高は 780mm、重量は 266kg。ガソリン使用はレギュラーでガソリンタンク容量は21リットル、燃費は 17.2kg WMTC、航続距離は 361.2km だ。価格はスタンダードが 156.2 万円、SP は 37.4 万円アップの 193.6 万円。30周年記念は SP から 2.2 万円アップの 195.8 万円だ。主要装備は、2014年の SC54 後期モデルがベースで、性能、装備は据え置き、だぜ。そりゃそうですよ。これがいいんですから。仕様変えたらブーイングです。2014モデルでは、かなり大きな変更が入ったんですよね。フレーム補強、ライトの LED 化、ABS 装備、アシスト&スリッパー装備、ミッション6速化、排気系変更、などだな。足回りは、フロント整列フォークに、リアはツインショックで当時から変化なしだ。でもオーリンズ、これこそ、一生もののバイクになりそうだぜ。CB セナール、欧州使用、カラー変更。相次ぐ CB シリーズの生産終了で、ホンダ唯一のリッターネイキッドとなりそうな CB セナールだが、意外にも、カラー変更の発表があったんだよ。もともと排ガス規制対応してたので、何もないと思ってました。欧州で9月末に発表された情報なので、国内向けは、まだ未発表だぜ。どこが変わったのかな？変更点。カラーリングはこちら。スタンダードはボルドーレッドメタリック、
ブラックエディションにはディープグラファイトブラックとマットジーンズブルーメタリックだな。マット系は光沢を抑えられるから、タンクの造形美が際立ちますね。変更点は、タンクの凹凸に沿ったグラフィックと社名ロゴが入ったり、スタンダードはシートフレームがシルバーだったけど、ブラックアウトされてるぜ。これは車体が引き締まっていい感じ。じゃ、スペックどんな感じ？スペック、現行国内仕様。エンジンは水冷4気筒 998cc、最高出力は145馬力 10500rpm、最大トルクは 10.6kg F マイメートル 8250rpm、シート高は 830mm、重量は 213kg。ガソリン仕様はレギュラーでガソリンタンク容量は16リットル、燃費は 17.2kg WMTC、航続距離は 275.2km だ。現地価格は11,649ポンドで変更なし。日本円だと約194万円だ。主要装備も変更なしだ。ちなみに、HSVCS はiOS 対応してくれたかな？その記載は見つけられなかったぜ。iOS ユーザーのために、ぜひ対応をお願いします。CT125、国内仕様。カラー変更、排ガス規制対応、仕様変更。ハンター株もようやく最新の排ガス規制対応だ。カラー変更や細かい変更点もありだぜ。さて、何が変わったのかな？変更点。新カラーリングはこちらだ。現行の赤、カーキに加え、新色はマットアーマードシルバーメタリックだ。あと、レッドとシルバーはキャリアカラーがブラックになってるぜ。どのカラーもハンター株らしい、いい色彩です。ちょっと話がずれるけど。なんすか？ホンダは2050年を目途に、国内工場での二輪塗装を廃止し、フィルムなどを活用した代替技術に将来的に置き換える。って話題がニュースになってた。フィルムですか？四輪の一部にはすでに使われてる方法だな。例えば車だと、登場時はフロントガラス周辺はフィルムでブラックアウトされて登場。マイチェンでボディカラーと同色にしたり、とかな。剥がす楽しみ。で、スペックはどんな感じ？スペック。エンジンは空冷単気筒 123cc、最高出力は 9.1 馬力 6250rpm、最大トルクは 1.1kg メートル 4750rpm、シート高は 800mm、重量は 118kg。ガソリン仕様はレギュラーでガソリンタンク容量は 5.3 リットル、燃費は 63.7kg WMTC、航続距離は 337.61km だ。価格は40万円で、現行据え置きだ。価格が同じってことは、スペックは何も変わってないの？いや、変わってるな。排ガス規制対応でエンジン自体が変更され、最高出力は 0.3 馬力アップの 9.1 馬力。しかも車両重量は 2kg 減の 118kg。そして燃費も改善。0.5kg 増加の 63.7kg だ。規制対応しているのにエンジン性能アップ。いつもの謎対応。で、フロントのフレームにパイプ補強が入ったり、リアサスは5段プリロード調整式になってる。パイプが増えてるのに減量。あと、アクセサリーも色々追加されたって話だ。これは車両購入時に合わせて購入したいですね。特にウィンドシールとキャリア系を装備しとけば、使い勝手倍増だね。落ち着いたカラーなら、あまり目立たないだろうし、ゲタバイクに1台欲しいです。フォルツァ350、タイ仕様。バイク大国、タイで発表された新型フォルツァ350だ。ホンダのビッグスクーターといえばこれですか？先代のデザインはでっかい PCX だったが、ガラッと雰囲気を変えてきたな。スクーター好きには、250cc 化した国内仕様の発表が待ち遠しいですね。さて、何が変わったのかな？デザイン。新カラーラインナップはこちら。レッド、ブルー、グレー、ブラックの4種類だぜ。先代の一つ目サイバー系から、スタンダードな2灯ライトに戻り、パリッとした熊取りに目が奪われますね。リアのデザインは先代とよく似てるけど、テールライトの形状が若干変わってるぜ。タイで発表されたスクーターは全部で3車種、ウェーブ 125i、フォルツァ350、ADV160 とあるけど、全部釣り目デザインで、これが最近の流行なのかと。スペックはどんな感じ？スペック。エンジンは水冷単気筒 329.6cc、最高出力、最大トルクは不明。シート高は 780mm、重量は 187kg。ガソリン仕様は不明、ガソリンタンク容量は 11.7 リットル、燃費、航続距離は不明だ。現地価格は17万9000バーツ、日本円で約70万円だな。仕様は2021年に登場したモデルと大差なし、ですね。新型エンジンの ESP に、2チャンネル ABS、トラクションコントロール、エマージェンシーストップシグナルを装備してる。電動スクリーンに、ボイスコントロール対応したスマホ接続機能、スマートキー搭載と、使い勝手も文句なしだ。楽してバイクを楽しみたい人には、おすすめのバイクですね。ガチライバルのヤマハの X-MAX にもモデルチェンジの噂があるし、盤石モデルへ進化させてきたな。CB750 ホーネット、欧州仕様。来たぜ、ホンダの2022年本命バイク、CB750 ことホーネットだ。ようやく発表されました。デザインは賛否両論あるが、中身は実用的な最新技術てんこ盛りなバイクに仕上がってるぜ。オールニューの 750cc エンジン第1弾モデルは、どんなデザインスペックなのでしょうか？デザイン。ティーザーはグラマラスなボディデザインで、イケイケなストファイを期待されてましたが、発表されたのは、現行の欧州仕様 CB500F を彷彿させるデザインだったな。
他社のストファイシリーズに比べたら、随分おとなしい気もするが、そんなことないですよ。ヘッドライトを下側のヘリ取りは、睨みを利かした鋭い眼光のように見えるし、ハの字に開いたタンクカバーの造形も、正面から見ると、太ももに当たる風を飛ばしてくれそうな形状になってます。欧州では、これが鉄板デザインってことですよ。でもさ、デザインスケッチがあれだったし、もう少しインパクトがあるデザインだったらよかったのにな。スズキの GSX-S1000 みたいな、鋭角的な感じとか。まあ、それは個人の意見ってことで。では、スペックはどんな感じ？スペック。エンジンは水冷2気筒 755cc、最高出力は 91.8 馬力 9500rpm、最大トルクは約 7.64kgm 7250rpm、シート高は 795mm、重量は 190kg。ガソリン使用は不明、ガソリンタンク容量は 15.2 リットル、燃費は 23km、航続距離は 349.6km だ。電子制御は IMU なしのタイプだけど、ライディングモード、トラコン、ウィリーコントロールなどもりもりですね。そして、主要装備も充実してる。液晶メーターにスマホ連携 HSVCS、ESS、オートキャンセルウィンカーなどだ。上下対応クイックシフターは、オプションだけどな。これでおいくら万円？この内容で、現地価格は6999ポンド、日本円で約114万円だ。ちなみに、現地価格は欧州スズキの SV650 と同じ価格だ。で、SV650 の国内使用は 80.3 万円。もしこの価格で国内販売されたら、もちろんこっち買いますよね。それはホンダファンのセリフだ。さて、そこのあなたホーネットの評価をコメントにお願いします。ホンダ、新カラー発表会。ゴールドウィング、モンキー125、レベル500、CBR650R、CB650R。新色をまとめて紹介だ。ゴールドウィング。スタンダードはイリジウムグレーメタリックマットパールモリオンブラック。ツアーはグラファイトブラックと、パールグレアホワイト、ベータシルバーメタリックエリジウムグレーメタリックだ。タイヤ空気圧監視システムが追加されてますね。モンキー125、海外モデル。バナナイエロー、パールネビュラレッド、パールシャイニングブラック。燃料タンクのステッカーと、タンク色に合わせたスイングアームカラーですね。レベル500、海外モデル。スタンダードはキャンディーディーゼルレッド、パールスモーキーグレー、マットガンパウダーブラックメタリック。S エディションはチタニウムメタリックだ。国内仕様には S エディションはありませんよ。CBR650R、欧州仕様。グランプリレッド、マットガンパウダーブラックメタリック。ベースカラーの変更はなし。ステッカーのみの変更ですね。CB650R、欧州仕様。マットディムグレーメタリック、マットガンパウダーブラックメタリック。キャンディークロモスフィアレッド、マットジーンズブルーメタリックだ。リアフェンダー、ラジエーターシュラウドが、マットブラック化してます。以上だ。川崎編。ワット175、インド仕様。200cc 以下の K2 輪クラスは、海外では大人気ですよね。ホンダの CBR150R とか、ヤマハの XSR125 とか、アジアでは人気モデルだが、国内導入はされてない。川崎の W175 もそんな一台だぜ。今回、インド発表されたのはスタンダードの SE、カフェ、アップフェンダーの TRSE と3タイプ展開だ。さて、何が変わったのかな？変更点。新カラーリングはこちらだ。SE はエボニー、メタリックマットコバートグリーン、メタリック、ディスプレンデント、シルバーの3色。カフェはグレーとホワイト。TR はライムグリーンだ。W って聞くと、バーチカルツインの直立エンジンを思い浮かべるけど、こいつのエンジンは単気筒ですね。名前はイメージ戦略だろうな。国内で売るなら Z175 って言っても違和感ない。目黒でもか？鮮やかな W のエンブレムや、タックロールシート、キャプトン風マフラーやカラフルな塗装など、価格と品質のバランスが良く、ライダーの目を引く作り込みがいっぱいだ。なんで国内で販売しないんでしょう？売れないから。直球な回答、ありがとうございます。スペックはどんな感じ？スペック。エンジンは空冷単気筒 177cc、最高出力13馬力 7500rpm、最大トルクは約 1.34kgm 6000rpm、シート高は 790mm、重量は 135kg。ガソリン使用は不明、ガソリンタンク容量は12リットル、燃費、航続距離は不明だ。電子制御はなしだ。ハロゲンのヘッドランプにバルブのウィンカー、アナログメーターと、シンプルなデザインだぜ。ABS が標準装備になったので、これなら国内でも販売できると思うけど、二輪換算がどう動くかが楽しみだな。GX25R、RR、カラー変更、排ガス規制対応、仕様変更、インドネシア仕様。あのモデルの前妻かな？ 2023 モデルの ZX25R25RR だぜ。ZX4R や 6R の噂があるから、25R はマイチェンだけで終わりと思っていましたが、ZX25RR の追加には、驚いたよな。さて、何が変わったのかな？変更点。新カラーリングはこちらだ。スタンダードのメタリックスパークブラック。ABS 仕様はメタリックマットグラフェンスチールグレー、キャンディパーシモンレッド。そして RR はライムグリーンだ。高くなるほど、グラフィックが派手になる仕様。スタンダードも RR も、パッと見あまり変わり映えしないが、細かい変更がされてる。まずは共通の変更点だ。
カウル埋め込みのウィンカーは変わりないが、LED 化され、グラフィックが描写されてる。ショートタイプだったサイレンサーは、大型太鼓のサイレンサータイプになった。ふむふむ。次は RR 専用装備だ。フロントサスはプリロード調整機構追加、リアは BFRC ライトで調整機構付きとなった。これで足回りも上位機種並み。まさにベイビー 10R だぜ。スペックはどんな感じ？スペック、インドネシア仕様 RR。エンジンは空冷4気筒 249.8cc、最高出力と最大トルクは不明。シート高は 785mm、重量は 183kg。ガソリン使用は不明、ガソリンタンク容量は15リットル、燃費、航続距離は不明だ。RR の馬力とトルクが気になりますね。主要装備の変更点だが、メーターはフルカラー液晶に変更された。最近の川崎モデルで共通採用され始めたやつですね。スマホ接続もできるやつだ。そして、ライディングモードも追加だ。大型モデルの機能が軽ミリンクラスまで降りてきてくれて、本当嬉しいです。現地価格は、ZX25RABS が1億2350万ルピアで、日本円は約117万円。ZX25RR が1億2900万ルピアで、日本円は約122万円だ。ちなみに、国内の ABS モデルは 84.7 万円だ。1億ルピア。この価格間のバイクって、現地でこのバイクに乗る人はどんな風に見えるのかな？ RR の国内価格に期待だぜ。その他、川崎恒例、新色一挙紹介。川崎秋の新色まとめ、紹介するのはこの車種だ。Z900、Z650、忍者650、テナール、H2、ベルシス、KLX230。それでは、紹介しです。Z900、国内モデル。メタリックファントムシルバーメタリックカーボングレー。新価格は 2.2 万円アップの 116.6 万円です。ZX10R、海外モデル。メタリックマットグラフェンスチールグレーメタリックディアブロブラック。黒銀は珍しいですね。KLX230 海外モデル。スタンダードと S2 はバトルグレー。新登場のモタード SM はライムグリーンにオリエンタルブルーだ。SM の国内モデルは黒銀。今年の流行りかな？ Z650、海外モデル。メタリックマットグラフェンスチールグレーエボニーと、メタリックスパークブラックメタリックフラットスパークブラックだ。フレームが塗装されるのは Z シリーズの特徴ですね。忍者650、海外モデル。メタリックマットグラフェンスチールグレーエボニーと、パールロボテックホワイトメタリックマットフラットローグレーストーンエボニー。白黒赤ってすごいカラー。ZH2、海外モデル。メタリックファントムシルバーメタリックカーボングレー。2022モデルと一緒に見えますが、グラファイトグレーより、ファントムシルバーの方が若干明るくなってるな。ベルシス650、海外モデル。メタリックスモークゴールドメタリックフラットスパークブラック。カーキに見えますが、ゴールドなんですね。ベルシス1000、海外モデル。メタリックマットソブリンレッドメタリックフラットスパークブラック。川崎の赤いアドベンチャーは珍しいです。Z650RS、国内モデル。メタリックムーンダストグレーエボニー。配色名にムーンが入ると一気にかっこよくなるね。主の思い込みだ。以上、紹終了です。鈴木。アドレス125、仕様変更。色々と気になる鈴木の動向だが、まずはこのモデルから紹介だ。通勤通学のお供、アドレス125ですね。排ガス対応だけかと思ったら、ガラッと雰囲気が変わったな。さて、何が変わったのかな？変更点。新カラーリングはこちらだ。ブルー、レッド、ホワイト、ブラックの4色だ。尺の都合でカラー名は略しております。見た目は結構変わりました。先代のアドレス125は男性向けってイメージだったんだが、ジェンダーレスなデザインになったな。縦に長いライトはジェンマを連想させませんね。シートはフラットで、大きめのグリップバーがついてるから、ちょっとした距離の2人乗りもしやすそうだ。スペックはどんな感じ？スペック。エンジンは空冷単気筒 124cc、最高出力は 8.7 馬力 6750rpm、最大トルクは 1.0kgm/5500rpm、シート高は 770mm、重量は 105kg。ガソリン使用はレギュラーでガソリンタンク容量は5リットル、燃費は 53.8kg/WMTC、航続距離は 269km だ。価格は 4.84 万円アップの 27.39 万円だぜ。約2割増ですね。割合的には結構な価格アップになってます。それは、スズキイージースタートに USB 電源、リアタイヤサイズアップにコンビブレーキ採用と、色々と装備変更されたから、ってことで、普通な見た目のスクーターって最近少ないから、これはこれでありだな。もう少し今風なスクーターはないの？アベニス125、国内仕様。これですこれ。ちゃんと準備されてるじゃないですか。アベニス125はアドレス125と同じインド生産で、装備もほとんど同じ兄弟車だ。デザイン。カラーリングはこちらだ。ホワイト、グレー、ブラックの3色だぜ。尺の都合でカラー名は略しております。蛍光っぽいグリーンがありますね。スズキではあまり見かけない配色です。未来っぽくて、いいじゃないか。GSX 風のヘッドライト、ハンドル埋め込みウィンカー。なんか正面から見ると、SS っぽく見えるな。テールライトは三角形で猫耳仕様、マフラーはやけに凝ったデザインですね。
ペック。エンジンは空冷短気筒 124cc、最高出力は 8.7 馬力 6750rpm、最大トルクは 1.0kgm/5500rpm、シート高は 780mm、重量は 107kg。ガソリン仕様はレギュラーでガソリンタンク容量は 5.2 リットル、燃費は 54.3kg/WMTC、航続距離は 282.36km だ。新車価格は 28.49 万円だ。アドレスとの差は 1.1 万円だ。この価格の差は、デジタルメーターとリアブレーキロックレバー、マフラー分ですかね。さ、まだもう1台あるぜ。バーグマンストリート 125EX、欧州仕様。下半期一発目の鈴木は、スクーター祭りですね。だな。バーグマン 125EX は国内未発表モデルだ。今回紹介した鈴木のスクーターの中では、一番ボリューミーなモデルだぜ。さ、先のモデルと何が違うのか、教えてください。デザイン。カラーリングはこちら。グレー、ホワイト、マットブラックの3色だ。尺の都合でカラー名は略しております。都会的な男性に似合うカラーですね。ブーメラン型のライトに、カウル埋め込みウィンカー。ウィンドスクリーンは別体型が採用されてる。このビジュアル、ヨーロピアンな雰囲気で、なかなかかっこいいですね。スペック。エンジンは空冷短気筒 124cc、最高出力は 8.7 馬力 6750rpm、最大トルクは 1.0kgm/5500rpm、シート高は 780mm、重量は 112kg。ガソリン仕様は不明でガソリンタンク容量は 5.5 リットル、燃費は 52.6km で、航続距離は 289.3km だ。現地価格は未発表だ。装備はアベニスにアイドリングストップと、サイレントスターターシステムが追加だ。エンジンスタート時にキュルってならないやつ。これは、人気が出そうな予感。ヤマハ。ジョグ125、カラー変更、排ガス規制対応。みんなのゲタスクーター、ジョグ125が排ガス規制に対応して発売だぜ。国内モデルは、2020年に台湾で発表されたジョグ125を日本向けとしたものだ。ジョグに 125cc なんてあったんだ。知らないのも仕方ない。125cc クラスはホンダ無双状態だからな。どこが変わったのかな？変更点。カラーリングはこちら。マットブルー、ブラック、レッド、ホワイトの4色だ。外装は、ザ・スクーターだぜ。125cc では珍しい10インチホイールで、昇降系タイヤならではのスタートダッシュが決められる。信号ダッシュは重要。テールランプ周りや、フロントカウルのど真ん中にある穴とか、なんとなく YZF の雰囲気が感じられるデザインになってるぜ。スペック。エンジンは空冷短気筒 124cc、最高出力は 8.3 馬力 7000rpm、最大トルクは 1.0kgm/5000rpm、シート高は 735mm、重量は 95kg。ガソリン仕様はレギュラーでガソリンタンク容量は4リットル、燃費は 51.9kg/WMTC で、航続距離は 207.6km だ。新車価格は 25.52 万円だ。エンジンはヤマハの環境型エンジンブルーコア、静かなエンジン始動の SMG も搭載している。残念ながら、USB ソケットはオプションだ。ジョグのエンジンって、ホンダ製の OEM 提供でしたよね。惜しい、それは 500cc のジョグとビーノだな。ま、これ以上の展開はなさそう、だけどな。じゃ、今回紹介するバイクは以上だ。お次は終わりの一言です。ザ・シークレット付き電子台。終わりの一言。今回は10月まとめ、ということで、24台を紹介しました。排ガス規制直前ってことで、滑り込み対応モデルが多かったですね。11月以降は、排ガス規制未対応車は生産できないんですよね。そうだな。作りだめしたり、海外から引っ張ってきたり、いろいろ対応はあると思うけどな。それでは、次回の動画まで。1、2、バッバッバハイ。